空手と八極拳が合体。多くの武道家が驚いた宮平保先生の八極拳長中。その長中を身につけたい若き武道家がいる。伝統空手道国際松濤館の金沢日和先生。まずは立ち方、肘と手の形、そして自ら威力を体感し、最後は空手との合体を目指す。金沢日和の出稽古中国武術編。第1回は立ち方マーブーを学ぶ。日和先生は空手に長中を取り入れることに興味ありますか？もちろんでございます。試合で使えるかもしれない。試合で使ってちょっと反則。武道的な考えで教えていただきたいな。はい、いろいろ相手に、もちろん反則にはなると思うんですけど、全力でこう当てるというか打ち込むという前提での、ということですね。わかりました。はい。お願いします。はい。最終的に当たる形というのを体にまず染み込んでもらえれば、あとは、遠い前からスタートしますのでこうつきますね、で接近した際に相手のこの門をくぐって当てるということですので、表面的に肘だけを打ってるのではなく、全身の体重をここに集約するわけですので、まずこういう形ですが、この形をこう体にこう染み込んでいってもらうということがまず第一段階になるかなと思います。立ち方っていうんですか？そうですね。立ち方ですね。はい。じゃあちょっとやってみましょう。はい。じゃあ少し、立ち方としてはこのぐらいがいいかなと思います。膝こっちの足につくぐらいですね。はい。つくぐらいです。でこう立ってで外八の字に開かずに、気持ちちょっと内側に行くようなぐらいですけど、内には締めないで大丈夫です。はい。ここにボールをこう軽く挟んでるような感じになります。はい。膝は上には出ない。そうですね。膝はつま先はあまり超えないイメージでやりますが、ちょっときついですよね。この時代で。はい。そうですね。じゃあちょっと見てみましょう。よくあるのが膝が前に行きやすいとか、後ろに行きやすい。そうするとつま先が浮いてしまうということがあるので、こうバランスを取るためにちょっとゆり先生、じゃあ座ってさっきの形とってこう行きますね。で膝が超えないようにすると後ろに倒れようとするので、そこをうまくこの親指ですね、ここもしくは地面をつかむというんですけど、地面をつかむようなイメージをやり、ここを超えないようにして、で体もう少しまっすぐですね。今日厳しいですね。この形でやると、で後ろに倒れそうになるので、地面をつかむですね。この形がまず基本になります。OK です。じゃあちょっと頑張ってください。その地面を使う感覚の時ってこう指まで使ってそうですね。少し使って大丈夫です。でそれをこう慣れてくるとこういう形さえしない、もう普通に重心のどこに置くかっていうのが分かってくるんですね。まずこの立ち方からですよね。空手のいわゆる騎馬立ちとかとはまた違う感じなんですか？全く違う感覚です。多分見た目似たような感じだと思うんですけど、幅がまずもうちょっと広いので、私たちの場合。あとは膝を外に張る感覚なので、ちょっと大きいですね。大きくなっていう感じですけど、なんですか、ボールをこう挟む感覚なので、ちょっと普段内側に意識がいくので、ちょっとバランスがちょっと私は取りにくいですね。意識が内側に行く。でそれをもっと極端にいくと、中国の南拳、琉球の空手に影響を与えた南拳はこう三鎮というのが多くなる。これ意識が内側に行きます。あまり外側に向くっていうのがないかなと思いますね。中国でもこの立ち方っていうのは、チーマー、いわゆる騎馬式というんですけど、名称も同じなんですよね。ちょっとじゃあ今の形座ってみます。この形ご覧になって分かる通り、意識的にあまり超えないんですけど、絶対超えないというわけではなくて、足の長さとか身長によってもちょっと違うんですが、超えない意識で地面を掴んでるんですね。あと特徴としましてこちらがお尻が出ないんです。お尻が出ないんです。
普通だとちょっと一回ちょっとお尻が出るお尻が出る形ちょっと悪い、普通こういうふうにお尻が出てしまうんです。これだとやってみて楽ではあるんですけど、中国武術的なあくまで言い方ですと上半身の重さがここで途切れてしまっていわゆるももにかからない。いいです、こういう形をやるのであれば、長時間やるのであればこれ上半身のいわゆる体重がここに集約されるように、その座り方自体が鍛錬になってますので、そこを途切れないためにここ、専門用語で微量中性っていうんですけど、ここでこの上半身と下半身をつなぐラインですね。いわゆるこの股関節、ここが重要になってきて、お尻がないようにこういうふうに、こういう形です。これ結構きついんですね。当たり前のイメージです。で、これの延長上に八極拳の肘が出るので、まずはやっていただきたいのがこの形ですね。OK です。じゃあ、広瀬先生お願いします。先ほどの具体的広さ。ちょっと、そうですね、肩幅より少し、ちょっとだけ広いぐらいですよね。ちょっとそう。ちょっとこれ、後ろに倒れないように、ちょっと晴れきし、小平の人でちょっと見て、どうですか、腰ですね。ちょっと見てどう感じますか。少し力んでる感じが。少しちょっと修正してあげましょう。きついですよね。こういう感じで道場では直していきます。少し骨盤の内側に入れるじゃないですけど。こっちですか。少し内側に入れる感じですね。沖縄では我膜と言ったりするんです。我膜ですね。さっきより少しこう丸みが出てます。OK です。一度立ってください。きついですね。そのきついんだ。きついですよ。かなりきついです。今までやった立ち方で一番きつい。しばらくやっていくとこう慣れてきますと上半身の重さがこちらで外にこう逃げずにクイッと少し我膜を入れることでこのダイレクトにこのももに来ると思うんですね。ですのでこれは立ち方プラス鍛錬にもなっている。ですので中国武術はこういう立ち方をひたすら3分とかうちの道場でも3分が基本ですね。こういう立ち方を入れます。ボールを抱いている。こっちもボールを。こっちも大きなボールを。力を入れないイメージですね。大きな樽を抱えているっていうイメージも、持つ流派拳法もありますけど、うちでは逆に紙風船のような、力入れすぎると潰れる、で離すともちろん落ちるというので軽く押さえているようなイメージでやってもらっております。上と下の丸ですね。で肩の力を少し抜いて落として、これだけでもももにブル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 震えると思うんですよね。一度腕だけ下ろしてもらって、力の抜いた形でこうです。これきれいな形になってますね。さすがです。OK です。一度立ってください。もうこれ常にやってたって大変なんですよね。やっぱり難しいんですね。いや普段と全く意識使っている場所が違うなっていうのを感じます。比較してますとやっぱり少しだけ違う点もあるかもしれませんね。かなり体感は違います。逆に彼らもちょっとうちでやってるこの騎馬式ですね。騎馬式上やってます。でそれと違って少しちょっと広げて足は外に開いたりしてちょっと広げてでお尻も少し出してもっと広げていいかな。もっとそれはやらないでですね。こういう形だったら結構10分20分で平気でできるんですよね。しかしさっきの形をキープすると本当に3分が限界かなと思います。絶対3分持たない。違う形になるのは気持ち悪いような感じなんですか。そうですね。個人的にはあまり広げて立つやり方をしていないので、あまり体に馴染まない動きというか。
本人の中でやってるこの心地よさから離れていくと、あれちょっと違うなと。もちろんきついんですけど、なんていうんですかね、まあ、攻撃するにしろ何にするにしろこの形から外れることの気持ちよさですね。はい、ですのでこの騎馬式、あれは魔法っていうんですけど、馬に歩むですね、魔法っていうんですけど、これは技術の母体と言われるぐらい、お母さんたちも全てそこから生まれるというぐらいこの立ち方は非常に重視しておりますので、一番の基本の立ち方ということですね。練習の最後に必ず3分間、で上級者になってくると5分、7分、10分というのを今の形のまま立つ、練習になっていきます。この立ち方はちょっと独特ではありますので、例えばボディビル、いわゆる筋トレの体験が非常に長いスクワットなどすごく鍛えられた方々でもやっぱり最初やると30秒って結構できなかったりしますね。筋トレがいい、何がいいという意味ではないんですが、どんなに足を鍛えてもやっぱりこの立ち方っていうのはちょっと独特ですので、やっぱりきついということで、30秒もなかなか難しいと思います。難しいと思います。空手ではそこまで腰を落とすってことはあんまりないですよね。立ち幅広くすれば簡単な話なんですけど、肩幅ぐらいであんだけ落とすっていうのはなかなか難しいし、空手ではやらない。宮平先生、沖縄の伝統空手でもこれほど低く腰を落とすのは見たことがない気がします。沖縄の空手はやはり多くの方々ご存知のように中国の南方の武術がやっぱり主に影響を受けていますので、具体的なものでいうとナンパ体操拳であったり白鶴拳であったり、そのあたりが沖縄のつまり古い琉球空手に影響を与えているというふうに僕も感じます。でその立ち方っていうのは結構高い、高いというか、うちのホッパー武術に比べると高い姿勢での三鎮です。なので少し監督おっしゃるようにそこまで低いっていうのはあまり見ないということだと思うんですけど、ホッパー武術で結構これが非常に大切になってますね。金沢日和の出稽古シリーズ中国武術編、次回も八極拳長中を学びます。お楽しみに。宮平保先生の思想と技術が学べるオンライン道場、会員募集中。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。